今回のこの動画では WithD のオーダーメイド特注の硬質カードケースについての動画になります。WithD の公式サイトのオーダーっていうところから注文することができるんですね。特注の見積もり依頼フォームということで、こういう風に予算とか内容とかを送って、お問い合わせして、それに対応できるかどうか尋ねて、対応できるものは制作してもらうことができます。そして制作してもらったものがこれになります。何を作ってもらったのかというと、こちらの BGS 鑑定用の特注の硬質ケースを作ってもらいました。これは背景にね、和紙を挟んでいるんですけれど、この和紙は自分で付けたものなので、WithD さんから発売されているわけではないです。この紙だけは自分で入れてるので、その他のものが WithD さんからオーダーメイドで購入したものになります。そして特注ですが、特注のモデルになったのがこれですね。TCG フルプロテクトスリーブ R 対応のハイエンドタイプフルプロテクトバージョンクリスタルプレートっていうやつです。これが元になってこちらになっています。さっきのやつはこのフルプロテクトスリーブ R のサイズの中枠に切られたやつですね。その大きさに切られたやつのケースなんですけれど、PSA 用に溝を作って製作してもらうことも可能です。ただね、BGS と PSA では少しケースのサイズが異なっていて、高さが違ったりとか、幅が違ったりっていうのがあるので、BGS の方が奥行き深いです。そして特注してもらったものですけれど、どこを特注してもらったのかっていうと、さっき言ったように BGS 用のケースの大きさにこの中枠を作ってもらったっていうのと、あとはこのビスの大きさですね。ビスの大きさとビスの色です。通常であればこの銀色になるんですけれど、ビスを黒くしてもらってます。黒いビスで小さいビス。小ビスの黒色になってます。そして、通常であれば下の部分がね、この棒タイプになってるんですけれど、自分の場合はね、袋に入れて立てかけて飾ると思うので、これはね、使わないかな。もしかしたら使うかもしれないのでつけてくださいってことでつけてもらいましたけど、こういう風なオーダーになっています。あとはね、プレートですね。通常であれば金色とか銀色に黒文字の字を書いてもらえるっていうね、オーダーメイドのプレートがあるんですけれど、黒色の背景に金文字にしてもらいました。黒はいけるそうです、背景。それでは早速はめていきましょう。蓋を開けて、そのままケースを入れるだけなんですけれど、こういう風に勝手に一番最後のところに背景をつけています。これは単純にね、ケースの幅に合わせて切っただけなので、誰でも簡単にできると思います。自分好みの背景がある方はね、和紙とか折り紙とか、そういうのを合わせてね、自分好みの背景をつけてみてもいいかもしれません。自分はこの格子カットが好きだったので、それに合わせてます。あとはね、BGS のケース自体が透明なので、ここ透けるんですね。透けるので、背景も目立ちやすいですね。BGS の場合は。PSA の場合は、こういう風に、縁の部分がスモークというか、すりガラス調というか、透けないようになっているので、あまり目立ちにくいと思いますけれど、蓋を開けて、PSA の方は高さこっちの方があるから入らないかな。入らないですね。こっちの方が若干長いので。ということで BGS の方を入れると、ぴったりと収納することができます。
こちらの BGS ホルダーはすでにね、OPP 袋に入ってるんですけれど、これらの OPP 袋に入れた別の動画は説明欄に添付してますので、そちらから飛んで見てくれたらいいかなと思います。これはね、カードシェルのスリーブを使ったものを今は使ってますけれど、あとは蓋を閉めるだけですね。そして、ネジはもうそのまま通していくだけですね。完成ですね。いいですね。この着物の色と背景の色をある程度合わせているので、一体感があって自分の中ではいいなと思います。この背景の部分はね、ぼやけるので、ぼやけたくない人は普通のクリアタイプの方が背景は映えるかもしれませんけれど、ある程度ぼかしたいよ。ケースの方を目立たせたいよっていう場合であれば、こういう風に縁の柄があって、中が透けてるっていう方がいいかもしれませんね。そこはお好みでっていうところですけれど。あとは黒ビスとブラックラベルとブラックプレートっていうところがね、こちらも揃えているのでいいかなとは思うんですけど。自分の中では満足です。あとはこちらに合う OPP 袋ですね。こちらのサイズを測ってみたらですね、だいたい横幅が131、縦幅が180、厚みが21ミリです。ビスを合わせると 27.5 ミリぐらいになるんですけれどね。だいたい合う OPP 袋の大きさがこのネジの部分がね、若干当たるので、かきにくいように気をつけながら入れていきます。こういう風にね、入れることができます。若干余白はありますけれど、ケース自体をね、すれとか、ほこりとか、湿気とか、ある程度予防するために、こうやって使うのがいいですかね。はい。この OPP 袋はね、箱庭技研さんの色紙用のスチールボードに貼り付けれるようなね、後ろに背面に磁石がついているものがあって、それを穴開けて、このネジを通して蓋閉めてっていう感じのね、スクリューダウン系のケースがね、箱庭技研さんから発売されているので、こちらのね、ケースにも合う OPP 袋として購入してます。そちらのね、OPP 袋がたまたま WithD さんのオーダーメイドのこのケースのサイズにあったっていうだけです。なので、これを使ってしまうと穴開けて使うっていう風な、そういうやり方しかね、できないので、ビスが短ければ袋に丸ごと入れるってこともできるってことですね。穴はね、ハトメポンチかな。こういうのでね、穴を開ければ、袋自体に穴を開ければ、ネジを締めれるようにはなるんですけれど、袋に丸ごと入れたいよっていう方はね、スタンド部分のところも短いのに合わせてくださいってオーダーメイドしたら合わせてくれるので、そういう注文の仕方もできますよってことですね。こちらのね、付属品はですね、こちらのケースを買った時に中に入ってたものになりますけれど、手袋とレンズクリーナーですね。拭くやつですね。綺麗に。あとは、これはクリスタルパックですね。9.5×13.5 センチですね。95mm×135 ミリですね。のやつがついてました。これですね。BGS 鑑定用の袋として使ってくださいってことで付けてくれてるんだと思います。ということで、WithD さんのオーダーメイドで BGS 鑑定ホルダー用のケースを作ったらこんな感じになったよってことなんですけれど、費用に関してはですね、全体で16,000円弱ぐらいになりますかね。ディスプレイで1万円、ビスで1000円、フレームで1000円の諸経費で3000円ぐらいですね。あと、送料と振り込みの際の手数料がね、
実費で数百円がかかるので、全部合わせると、15,000後半ぐらいですね。この BGS のケースを作るのであればですけど。PSA の場合はね、BGS より厚み薄いので、その分プレートの枚数が少なくなるので安くなります。3,000円ぐらい安くなって7,000円でしたね。自分の見積もりでは。7,000円ですけれど、BGS にするとプラス3,000円になりますね。横向けるとですね、表蓋と裏蓋があって、そこに3枚挟まれてるんですね。格子カットされているプレートが1枚あって、それと同じぐらいの厚みが後ろにあって、その後ろにね、2ミリぐらいのプレートがもう1枚付け足されてるんですね。こんな感じにプレートを足して作られてるので、PSA の場合はプレートの枚数が少なくて済むのでね、その分若干安くなるっていう感じになります。なので PSA で見積もった時は12,000プラス送料、プラス手数料なので、13,000円ぐらいできるかなっていう感じですかね。もちろんね、作る時の素材のコストに影響されるので、物価高の影響でね、今言った値段通りに作れないってこともあるかもしれませんけれど、自分が注文した時はそういう見積もりで、これを購入した時は16,000円弱ぐらいだったよっていうね、ことです。特注品ではなくて、WithD の公式サイトから発売されている BGS とか PSA とか ARS の専用のケースっていうのがもうすでにあるんですけれどね、ある程度バリエーションあって選べるようになっているんですけれど、クリスタルブロックっていうね、厚みが超分厚いやつがあるんですけれど、厚み3センチぐらいですね。こちらはだいたいね、14,000円ぐらいだったかな。14,000か。PSA 鑑定とか BGS とか ARS 鑑定の分厚いやつは高めではありますね。これはね、クリスタルブロックではないので若干安めのやつになりますけれど。ということでね、特注でケースを作るとそれなりにコストはかかりますけれど、自分の中で気に入ってるとか思い入れのあるカードであればね、こういうケースを作って飾るっていうのも一つなのかなっていうことでね、今回この動画に収めてみました。WithD の URL の公式サイトもね、説明欄に載せておきますので、そちらから飛んでもらってもいいし、WithD で検索したら出てくると思うので、そちらから見てくださってもいいと思います。今回の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。